こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。また現在、スポンサーについていただいているタンジェムに関してはですね、2月23日まで 15% オフとのことですが、ページがまだ反映できてないとのことなんで、こちらはまた進展あり次第報告したいと思います。ビットコインの価格は現在97,700ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米 CPI が全て予想以上の結果となってまして、米金利が急上昇、米10年債は一時 4.66% と、ドル円は154円台となっています。それに伴って米株、ゴールド、ビットコインはともに一時的に下落してるんですけども、ゴールド、ビットコインは比較的反発が強くなってまして、ビットコインは97,000ドル台回帰となっています。でまたオンチェーンの方でもステーブルコインの時価総額が224ビリオンと続伸していること、コインベースのプレミア指数がプラスに転じていることからですね、米国からの開発がまた強まっていると見られてまして、こちらも強気要因と見られています。あと個別株の方ではロビーフットの第4四半期の仮想通貨部門の取引量が700億ドルとなってまして、前年比プラス 400%、収益も 10.1 億ドルと予想以上だったことからですね、株価もアフターマーケットでプラス 14% 推移となっています。でこの結果から次報告を控えているコインベースの方にも期待が集まっていると見られてますね。あと他ではメタプラネットの上昇も話題になってます。先日米国市場で跳ねて現在も6500円台と1年前の150円台と比べるとですね、底値から40倍以上になってます。先日もグミがビットコインを買い始めたのも取り上げましたけども、ここからまたさらに上へ迎えるのか注目ですね。あと昨日の米国のビットコイン ETF のフローは現時点では全体でマイナス 1.1 億ドルの流出、3日連続の流出傾向となっています。香港はまだ更新なしとなってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 0.58%、額としては601億ドル相当、比率として全体ではショートが 53.8%、バイナスミはロングが 59.1% と全体では下寄りになっています。他各所の見解ではですね、米各州のビットコイン準備金法案の影響で230億ドル相当の流入が期待できるとか、機関投資家は強気だけども個人投資家は弱気になっているという見解、また米関税、米金利の動向が警戒されているというですね、バンエック、ビットワイズ、QCP キャピタルらの見解が注目されています。今後の指標としては本日2月13日に実質 GDP、米 PPI、2月14日に米小売、ユーロ実質 GDP、2月17日が米給上となっています。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想では指標の米 CPI、PPI、米小売、パウエル議長の発言が控えていることからですね、それらの警戒がまだあることと、単独で強くなってないビットコインの様子を考えると上がる要素が少ないということで、2月13日 AM6 時点のビットコインは昨日の 95,810 ドルよりも下という予想でした。結果としては米 CPI が予想以上の結果から米金利が上昇してまして、ビットコインも一時 94,000 ドル台まで下落してるんですけども、その後比較的強く反発してまして、そして判定時刻の2月13日 AM6 時点のビットコインは 97,026 ドルということで、昨日の 95,810 ドルよりも上なんで外れです。ここで前日分戻しっていう。はい、続いて明日の予想ですね。ここ最近の動きを見ると円高が収まってるんですけども、ただレンジ分上下してるだけのような気もしますし、米国よりもまだ控えてるんで、ここでもう一回折り返すと見て下にします。なので2月14日 AM6 時点のビットコインは現在の 97,661 ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標としては本日22時半に米 PPI、米新規失業保険申請件数などが控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2720ドル、BTC 建ては 0.0278。先物の方では OI は全体でプラス 4.1%、額としては223億ドル相当。比率としては全体ではショートが 52.3%、バイナスミはロングが 75.5% と全体では下寄りになっています。ETF は現時点では全体でマイナス 0.3 億ドル相当の流出、香港はまだゼロとなっています。イーサは今朝の上昇のタイミングで比較的強くなってまして、OI も上昇、BTC 建ても一時 0.028 回帰となっています。チャート的には抵抗を抜けたような形となってますけども、そのまま反転できるのか注目ですね。あとその他の動向ではトランプ政権の人事がまた注目されています。CFTC 委員長に A16Z のクインテンツ氏、OCC 局長にビットフリーの元幹部グールド氏が指名予定とされています。どちらも仮想通貨派からの選出なんで、
業界にとってはまたさらに有利な人選と見られています。あとは SEC のピアース氏がミームコインは SEC の管轄外になる可能性が高いと発言したことが注目されています。ピアース氏はですね、現在ミームコインを発行している人はたくさんいると、現在流通しているミームコインの多くは SEC の現行の規制の下ではおそらく裁けないだろうと語っています。あとリップルとギャラクシーがトランプのミームの流動性供給を支援するために 1.6 億ドル相当を融資していたことなども話題になってまして、ミームイコール違法というですね、イメージが薄くなってきている印象があります。ただ市場ではワールドリバティフィナンシャルの共同創設者ウィトコフ氏の X がハッキングされて偽のバロンミームが拡散されたりしてて、荒れてる状況は変わってないですね。で、ミーム市場全体の時価総額も一時のピークと比べるとだいぶ落ちてまして、パンファーの取引量もかなり落ちてるんですけど、ミームがまたここから反転できるのか注目ですね。あとアルト関連では BNB の高騰が話題になってます。先日バイナンス対 SEC 訴訟の休戦なども取り上げましたけども、チェーン内部のミームの盛り上がりも話題になってますね。で BNB はここ最近のことでまた700ドル台回帰となってます。時価総額は5位ですね。こちらも再度 ATH 更新できるのか注目です。あと他ではプルームネットワークがメルカドビットコインと提携、ブラジルの担保証券などをですね RWA 産4000万ドル相当をプルーム上でトークン化したことが注目されています。プルームネットワークは先日から何回か取り上げてますけども、ファンダが立て続けに出ててですね、各所でも取り上げられてますね。プルームの価格は現在 0.13 ドル、デイリーでもプラス 20% 近く上昇してます。時価総額は259位ですね。こちらも ATH 更新できるのか注目です。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。